応接室の扉がガチャッと音を立てて開く。入ってきたのは俺の直属の上司であった佐野さんだ。本日はお忙しい中、お時間を作っていただきありがとうございます。ABC タオルの佐野と申します。聞いたことのないような猫なで声で思わず背筋がゾクゾクした。はじめまして。マネージメント部統括部長の高橋です。担当の時田から商談の話を聞き、同席させていただくことにしました。どうぞよろしくお願いします。双方の挨拶が一通り済むと商談に入る。時田から、佐野さんの会社では今までより厚みがあって柔らかく、吸水性に優れている上に、裁縫がしっかりしていて、ヘビーユースにも耐えられる上質なタオルを扱っているとお聞きしました。高橋部長の言葉に佐野さんが身を乗り出す。そうなんです。信頼できる今治タオルを扱っておりまして、認定商品であるという証拠のロゴマークもついています。それを聞き、高橋部長が眉間にシワを寄せた。実は、うちのホテルでは、すでに採用を検討しているタオル会社がありまして、まだ高橋部長の話が終わらないうちに、佐野さんが言葉をかぶせた。KD タオルさんのことですよね。自分の会社名が聞こえてきて、俺は思わず身を固くした。KD タオルさんは確かに品質は良いですが、価格が高いのがネックです。しかも納品までに時間がかかります。それが、うちでは KD タオルさんより高い品質に加えて、安価な価格で迅速に大量提供することが可能なんです。佐野さんが声を大きくし、KD タオルとの価格比較表を提示する。ほんと、かなり価格が抑えられていますね。本日、サンプルは持ってきていただいていますか？佐野さんがバッグからバスタオルとフェイスタオルを取り出す。はい。どうぞ、この触り心地を実感してみてください。高橋部長がバスタオルを手に取る。確かに、今治タオルブランド認定マークがついていますね。肌触りもとても良く気持ちよさそうですね。佐野さんが高橋部長の反応に満面の笑みを浮かべる。そんな顔をしていられるのも今のうちだ。これから急転直下、失意のどん底に突き落とされるのだから。俺は立ち上がり、隣にしつらえてもらっていた待機室を後にした。佐野さんがうちの会社を辞めてから半年が経った頃、取引先の旅館から契約を打ち切りたいと言われてしまいました。同僚の山田さんが課長に報告した。原因は何だったんだ？それが別の会社からもっといい条件を持ちかけられたので、そこと契約することに決めたということでした。残念だが、そういうことは往々にしてあるものだ。新規の取引先を見つけて頑張りましょう。俺は落ち込む山田さんを励ました。だが、これで事態は終わらなかった。山田さんは取引先の旅館やビジネスホテルから次々に契約の終了を告げられたのだ。山田さんだけではない。同じ課の同僚たちも同じ目に遭い、ついに、俺も、取引先から契約を打ち切りたいと切り出されたのだった。すみません。
差し支えなければ、新たに契約を交わす会社名を教えていただけませんか？俺は何とかこの状況を打破すべく、藁にもすがる思いで尋ねた。最初、それはできないと断られたのだが、あまりにも必死な形相の俺に同情心が湧いたのか、ABC タオルだと教えてくれた。同じ業界のはずだが、ABC タオルなんて会社は聞いたことがない。会社に戻った俺は、早速 ABC タオルについて調べてみることに。2年前に立ち上げたばかりの会社で、去年から業績がうなぎ登りとなっていた。それから数日後、山田さんがさらに新たな情報を持ってきた。ABC タオルで、うちの社員だった佐野さんが働いているという。今まで契約を打ち切られた会社は、すべて佐野さんが連絡を取り、KD タオルと契約を切って、ABC タオルと新たに契約を結ぶよう進めていたそうだ。佐野さんなら、うちの取引先を把握することが可能だ。うちの製品の弱みについても熟知している。そう考えて佐野さんに対して怒りが湧いたが、彼女は退社してから同業者に転職したため、法に触れているわけではない。取引先との接触についても同様だ。でも、俺たちは何とかして佐野さんの鼻を明かしてやりたかった。そんな折、俺は思いがけない話を持ちかけられて、佐野さんを罠にはめる計画を立てた。佐野さんじゃないですか。会社帰りの佐野さんに声をかけると、彼女が振り返る。俺はせっかく再会したのだからと、彼女をお茶に誘った。あなた、まだあの会社で仕事しているの？私は転職してから課長職に就いたのよ。佐野さんは早速自慢話を始め、俺はお世辞を言いながら彼女を調子に乗せる。中村くん、仕事ができないから取引先に契約を打ち切られて苦労してるんじゃない？自分が原因でありながら、まるで俺が無能であるかのような言い草だ。そうなんですよ。取引先に次々に契約を打ち切られて困ってるんですが、今度、大きな契約が決まりそうなんです。俺の言葉を聞き、予想通り佐野さんが食いつく。え？どことの契約？まだ本決まりではないんですけど、世界的に有名な一流ホテルがリニューアルを機に、タオルを国産ブランドのものに変えることに決め、うちのタオルを使用したいと連絡があったんです。佐野さんの肩眉が上がる。これが決まれば、国内どころか世界中のホテルチェーンで利用されるかもしれません。そうなれば、莫大な利益につながります。俺も佐野さんと同じように課長に昇進も夢ではありませんね。佐野さんは考え込むように無言になった。佐野さん？俺が呼びかけると佐野さんはハッとして俺を見上げた。いい話じゃない。頑張ってね。1週間後、俺は佐野さんの会社に電話をかけた。佐野さん、あなた ABC タオルで働いてるらしいですね。それであの時、俺の話を聞いてホテルとの商談を奪ったんですか？息巻く俺に佐野さんが鼻を鳴らす。君は万年平社員がお似合いよ。一流ホテルとの契約なんて
100万年早いわ。俺が反撃する間もなく電話が切られる。だが、俺は満足な表情を浮かべていた。お前の商談相手は、俺の婚約者だけどな。ですが、申し訳ありませんが、ABC タオルさんと契約を結ぶ気はありません。高橋部長がきっぱりと告げる。我がホテルでは、KD タオルさんとの契約を決めておりますので。その声を聞き、俺は扉をノックして応接室に入った。え、中村くん？驚愕する佐野さんに、俺は2種類のタオルを掲げた。一つは佐野さんが高橋部長に渡したサンプルと同様、真っ白でふわふわした肌触りのタオル。もう一つはクタクタになって毛羽立っている。ABC タオルはうちの製品と非常に似ていながら価格は安めの設定となっています。そのため多くの旅館やビジネスホテルが契約を乗り換えたわけですが、ABC タオルはうちの製品とは似て非なるものであることが証明されました。俺は佐野さんがうちから取引先を奪っていることを知り、ABC タオルがホテルに卸しているタオルを取り寄せ、うちの製品と比較してみることにした。製品を手に取り、驚きを隠せない。見た目が酷似している。ホテルのタオルなんてどれも同じだと思われる人も多いだろうが、会社によって素材や折り方、デザインなど少しずつ異なっている。だが、ABC タオルとうちの製品は見た目が全く同じと言っても過言ではなかった。それに、今治タオルであるという認証マークも同じ箇所についている。悪いんだけど、今すぐうちのタオル持ってきてくれる？ジムの子にお願いしてタオルを持ってきてもらう。見た目ではどちらがどちらかわからない。だが、手触りは少し違う。うちのタオルの方がもっと重厚でふわふわとした肌触りだ。折り方もよく見ると ABC タオルの方が雑に感じる。これはひいき目が働いているせいだろうか。これ、素材の違いをチェックした上で洗濯の耐久テストをして結果を教えてくれませんか？研究部門に ABC タオルとうちのタオルを持ち込み依頼した。お待たせしました。結果が出ました。洗濯耐久テストを経て帰ってきた ABC タオルとうちのタオルとの違いは一目瞭然だった。ABC タオルの方は毛羽立って本来のふわふわした手触りが失われて、ゴワゴワしているだけでなく、吸水性も格段に落ちていた。それに比べてうちのタオルは、手触りや吸水性は最初からは落ちているものの、十分なクオリティを保っている。素材や折り方についても、うちとは違っていることが判明。それだけではない。タオルの品質もさることながら、ABC タオルでは、今治タオルの認証マークも偽造していますね。佐野さんが、と短い声を上げ、顔面蒼白になる。今治タオル工業組合に問い合わせてみたところ、ABC タオルは今治で作られていなかったことが明らかになりました。これは、抗記号偽造及び不正使用等罪に当たりますよ。佐野さんが必死の形相で反論する。私は知らなかったの。私は何も悪くない。ただ言われた通り営業してただけ。高橋部長は冷静に返した。
あなたがその事実を知っていようが知らなかろうが関係ありません。うちはそんな悪質な製品を扱ってホテルの品位を下げるようなことはしませんので、どうぞお引き取りください。佐野さんは肩を落として帰っていった。これでよかった？高橋部長、元井婚約者である鈴鹿に聞かれ、俺はにっこりとうなずく。ああ、ありがとう。鈴鹿のおかげだ。するとそこに、鈴鹿の父親でもある社長も顔を出した。いや、見事な完全懲悪だったぞ。彼は隣の待機室にて、俺と共に応接室でのやりとりをモニター越しに見ていたのだ。さすが俺の未来の息子だな。俺と鈴鹿の出会いは高校生に遡る。その日は大雪。俺は友達と4人でスキー場に向かう観光バスに乗っていた。車内には同じく高校生の女子4人グループがいて、友達が声をかけて意気投合。俺は鈴鹿という女の子の隣に座り、互いに自己紹介した。消灯時間となり、バスの電気が消える。そのバスは夜に出発して、朝到着するというもので、俺たちは喋るのをやめて目を閉じた。突然、バスが大きく揺れて目を大きく開ける。くるくるとバスがスピンし、窓越しにトラックが迫ってくるのが見えた。俺はとっさに鈴鹿の腕を引っ張って床に伏せ、彼女の上に覆いかぶさった。ものすごい衝突音が体全体を震わせ、強く目をつむる。衝撃が収まって顔を上げると、目の前にトラックの運転席がある。あのまま座っていたらどうなっていたかと思うと、ゾッとした。俺たちの目的地は、スキー場から病院に変更。中には重傷を負って入院しなければならない人もいたが、奇跡的に死者が出ることはなかった。バスの事故を知った鈴鹿の父親は、君は鈴鹿の命の恩人だ。何度もそう言って泣きながら頭を下げた。その後も俺たちは連絡を取り続け、同じ大学に合格。大学では多くの時間を共に過ごすことで喧嘩したこともあったが、それによってより理解が深まったように思う。社会人になってからは、お互いの考えだけでなく、趣味や時間も尊重するようになって、これまで以上にいい関係を築くことができるようになった。そして、社会人5年目を迎え、鈴鹿にプロポーズ。彼女は、喜んで受け入れてくれた。鈴鹿の父が俺のことを好意的に受け止め、交際を認めてくれているのは知っていた。だが、結婚となるとどうだろう。鈴鹿の父は国内だけでなく、世界中に支店を持つホテルチェーンの社長だ。俺みたいな一般家庭の人間を受け入れてくれるだろうか。そう悩んだが、それは杞憂だった。鈴鹿を命がけで守ってくれた風太くんになら、安心して任せられる。どうか、よろしく頼むよ。社長はその上で、俺に大きな話を持ちかけた。実は、東京のホテルのリニューアルに伴って、今まで使用していた海外ブランドのタオルをやめて、KD タオルの製品に一新しようと考えているんだ。
もし好評であれば、すべての支店のタオルを変えるつもりだ。俺は驚きつつ、KD タオルの現状について話した。それは、とてもありがたいお話です。実は現在、KD タオルは ABC タオルという会社から契約を奪われておりまして、鈴鹿が眉を潜めて批判の表情を浮かべる。何それ、ありえないわ。それじゃ品質の悪いタオルを騙して契約させてたってわけ？そんな会社放っておくわけにはいかないわよ。社長も同様の意見だと言わんばかりに強くうなずいている。そこで俺はある計画を思いつき、二人に協力を頼んだのだった。ABC タオルの認証マーク偽造については、警察だけでなくマスコミにも事情を話してある。ABC タオルと取引していた旅館やホテルは一斉に契約を打ち切り、信頼を取り戻すには相当時間がかかることになるだろう。当然の報いだ。大切な顧客を裏切り、信用を失うような行為をしていたのだから。佐野さんが本当に事情を知らなかったのかどうかはわからないが、転職したことを後悔するのは間違いないだろう。実は、俺がこの会社に入社することを決めたのは、以前鈴鹿と宿泊したビジネスホテルで使用したバスタオルの肌触りの良さに感動したからだ。入社してから鈴鹿の父にうちの製品をホテルで使ってもらえないだろうかと打診したが、その時は、うちはすでに品質に定評のある海外ブランドのタオルを使っているから、悪いが契約はできない。と断られてしまう。その後も折に触れて、俺は自社製品の素晴らしさを訴え続け、ついにホテルのリニューアルを機に、うちの製品を使ってみようと、鈴鹿の父が言ってくれたのだった。そこには、俺への信頼があったからこそ、心を動かしたのだと思う。会社同士の取引であっても、必ず信頼がなければ成り立たない。たとえどんなに立場が上になろうと、そのことを忘れないようにしようと、俺は強く思うのだった。